おはこんばんは。It's Seigoのブレンで、今日は、最近よくインスタグラムとかね、ツイッターとかでのメッセージとかでもらう質問に答えていきたいと思います。はい。で、それは何かっていうと、カミングアウトをするべきかどうかっていう質問が結構来るんですね。はい。じゃあ今回はそれについて話していきたいと思います。はい。結論から言うと、カミングアウトは自分のタイミングでするものだと思います。で、自分はカミングアウトを人生でするつもりはねなかった。実際のところずっとさ、ちっちゃい時から親とかにもう結婚しないとか、もう一人で生きていくとか、そういうことずっと親に言ってたのね。なぜなら自分は女性と結婚しないし。ブレンはどうだった？俺もうカミングアウトなんてしないと思ってたよ。思ってた？でもそれは宗教的なものもあって、ただたまになかったかな、そういう選択肢は。そうだよね。自分も本当に今考えられないもん、ね、カミングアウトしてるなんて。でも自分はカミングアウトしたってよりかはそのブレンと2人で暮らしてて、でその時に親にね、実は2人は友達以上の関係なんじゃないのっていう風に言われて、そこで、そうだよって言ってカミングアウトできたって感じなんだよね。だから自分からさ、今日しようと思ってやったわけじゃないんだよね。ちょっとやりたいと思ってたけどね、2人で話してちょっと嘘ついてる感じで嫌だなとかって、だっていつもお母さんとかさ話す時にさ、友達のブレンで友達に会う時も、これ友達だよっつって言って、大学で知り合ったとか全然嘘なのにそういうこと言ったりとかしてたね。で今みたいな感じで自分はそのお母さんに聞かれて、その場の状況でもうこの場だったら言ってもいいだろうみたいな感じになったので、そこで答えました。お母さんたちにそう言った後に自分はあと友達にもカミングアウトをしたんだけど、その方法はもうインスタグラムを通してやって、もうインスタグラムって自分のもう小中高大学とかの友達がみんなもうフォローしてるじゃん。でみんな知ってるわけだから、もうそこでやった方が早いと思って、もうそれもすごい勇気がいたけど、でももうブレンと結婚した時だったね。もうしてもうアメリカに行ってね、ブレンと結婚して、もうこれは隠す必要ないだろうと思って、もう勢いでやっちゃった、やっちゃった本当に、だってあれすごい怖かった。でもあの時はバンってやっちゃったけど、やったあとはもう携帯見なかったもん、一日怖すぎて、返事が。だけどもみんなすごくあったかいコメントで迎えてくれたから本当に嬉しかったね。変なコメント一個もなかったね。なかった。それは本当に嬉しかった。だから今みたいな感じで結構その場の状況とかにもよるのかなって思うんだよね、カミングアウトするのって。でもそのタイミングっていうのがやっぱりさ、難しいと思うけど。そう、でも多分次のにつながるよね、それが。そういうタイミングっていうのは自分の中のタイミングだけだから、人のタイミングとか人いつがいいとかそうじゃなくて、自分の中で心の準備ができた時にやればいいんじゃないかなと思うけど、自分が自分を受け入れる準備をまず最初にしてた方がいいよね。で自分があと思ってたのが、そのカミングアウトすることによって誰かに迷惑をかけちゃうんじゃないのかなっていうことを、なぜか分かんないけどそういうイメージがあって、自分カミングアウトすることによってお母さんお父さんだったり、あと兄弟とかあと親戚の人に迷惑かけちゃうんじゃないかなって思ってたんだよね。そういう雰囲気があるっていうか、結構さ、これ日本だけじゃないと思うんだけど、その人に迷惑をかけちゃいけないっていう、その考えがすごくさ強いのかな。だからそれでカミングアウトで迷惑かけちゃうなって思ってた、正直。だけど実際そんなことじゃないもんね。自分が生まれながらにして持ってきたものじゃん。でそれを誰かに言うとか、その当たり前のことじゃん、それって。だからそれを迷惑っていう風に考えないでほしいなって思う。そのね、昔の自分にも言ってあげたい言葉かな。それはもうずっとそれで迷惑かけちゃうって思ってたから、その昔の自分にそれは言ってあげたいかな。
なんか自分何も悪くないっうんてちゃんと分かってほしいねと思う。なんかカミングアウトしてすごい自由な気持ちになって、うんなんかそれって誰に迷惑なのっていう感じだよね、だって自分の本当の自分を出せて、なんか自分が本当に心から好きな人で好きな性の人と向き合えるってのはどこに迷惑があるの、っていうそう感じ謎じゃんそうだから本当に自信を持ってね、その自分をさらけ出してほしいなと思います。そうだからタイミングもなんか今やっちゃったら迷惑だからとか今やっちゃったらあの人に悪いとか、そういうのはないから、なんか自分のタイミングで自分がやりたい時にやるものだと思う、でやっぱり理想っていうのはね、もう、自分が思う理想はなんかもう将来的にはそのカミングアウトをしなくてもいい世界っていうのがいいよね。なんか普通に、自分は男性が好きだよ、自分は女性が好きだよとか、自分はなんか他人にはその性欲を抱かないとか、あと自分のセクシャリティはなんか時々こうやって変わったりとか、なんかいろんなことがあるよとか、なんかいろんな人がいるじゃん、やっぱり本当は。そうだからそういうふうになんかそうなんだそうなんだって受け入れられる世界っていうのが本当は理想だよね、だからそれ早くそうなってほしいと思う。だってそれができたらもう苦しい思いしなくて済む人はたくさんいると思うよね。そうだね、なんか自分の好きをありのままに出せる世界が早く来るといいなと思います。徐々にねなってきてるけど、来てる、で実際もうカミングアウトしてもう今結婚してて、日本に帰ったりとかする時初めて会う人とかに自分たち結婚してますよとかって言うと、いつも本当にいつもなんか、あそうなんだとか、あ素敵ねみたいなことしか言われないね、言われない。そう最初すごい怖かったけど、怖かった。だってキモとか言われるんじゃないのかなと思ったもん、あそうなんだいろんな人いるねとかっていつも終わって普通にいつも接してくれるね。そうだから逆になんかいろいろ聞いてくれるもん、してくれたりとか、なんかどうなのとかさ、なんかなんかどうやって出会ったのとか、どういうふうに流れで結婚したのとか、そういうふうに聞いてくれる、なんかアメリカにこっちに住んでる日本の人とか、なんか自分今仕事先が日本の場所だけど、なんかそこいっぱい日本人がいて、でその人たちと話す時最初はなんか旦那さんなんだみたいな感じでなるけど、そこからどうやって出会ったのとか言って、なんでどうやってアメリカに来たのっていう感じでいろいろ聞いてくれて、なんかすごく今のところ本当にゼロだと思う、そのネガティブな反応は。そう逆にアメリカではたまにネガティブなんか宗教があって、ネガティブなことを言われたりとか、自分の家族にもなんかちょっと普通に接してくれないとかそういうのがあったんだけど、日本側はゼロだった。それ一回もなくて、だからなんか一つ言いたいのは、なんか結構日本は古いとか日本はみんな頭固いとか、そういうことを言う人いるけど、なんか実際のところそうではないんじゃないかな、なんか証拠的に、そうね、そう感じてない、自分たちの実体験ではなんか今のところそれはないね。ありがたいことに、でこれからねカミングアウトしようとしてる人たちに言いたいことなんですけど、カミングアウトすることによって全てがねいい方向に行ったっていうことじゃなくて、もちろんなんかその途中で嫌なこととかちょっと傷つくようなこととかももちろん何回かあったんですね。ででもね、そういう嫌なこともあるけど、でもサポートしてくれる人たちはもうこの世界にすんごいたくさんいるっていうことと、あと私たちのチャンネルの登録してくれてる方、私たち今12万人ぐらいのチャンネル登録者の方がいますけども、その人たちはもう大体はもうサポートしてくれてる。中には多分他のセクマイの人たちと、あとはストレートの方で、アライっていうのはそのサポートしてくれてる人たちです、ね。そういういろんな人たちがいるから、だからなんか本当にいっぱいいるって感じ
まあ、自分たちのチャンネルだけでもそのだけいて、あとまあ世界中どこ行ってもさ、もう今すごくいろんな人が温かくなんだろう支えてくれてるですね。だからなんかその支えてくれる人たちが世界中にいるから、なんかそのことを決して忘れないでいてほしいなって思います。ちょっとね、辛くなった時とかはなんかまあそういうポジティブな動画を見たりとか、あと自分たちのコメント欄結構温かいコメントでいつも溢れてるので、ちょっと覗きに来たりとかしてもらえれば嬉しいなとも思いますね。一人じゃないから、本当に一人じゃないので私たちいますね、そばに、であとさっきもブレンが話してた言葉出てきたけど、アライっていうなんかその LGBTQ+ をサポートしてくれてる人たちのことをアライって呼ぶんですけども、本当になんだろう、自分たちにできることって結構限界があるじゃん。なんかその世界を変えるとか、その日本の法律を変えるっていうのは結構自分たちだけの力じゃできないですよね。でなんかそこでやっぱり私たちを支えてくれてるそのアライの人たちの力がすごく必要になってくるんですね。だからなんか今までと変わらずこれからもずっとサポートして、あとまあ声を上げて、活動してってほしいなと思います。お願いします。本当にいつもね支えられてて、ね、ありがとうございます。感じです。一緒に頑張ればもっといい未来作れると思います。で今年はね東京レインボープライド2020がちょっとそのコロナウイルスの影響で中止になってしまったんですけども、まあまた来年もね、あるし、この事態が収束したらまた何らかの形でね、なんか多分アクションがあるはずなので、まあそれを楽しみにね、まあ、今自分たちができることを精一杯やっていきましょうね、頑張ろう。私たちも動画をね作ってみんなにシェアしていきますのでよろしくお願いします。よろしくお願いしますはい、ってことで今日の動画はこの感じになります。はい、じゃああと高評価とチャンネル登録の方もお願いいたします。お願いします。概要欄にもいろいろ私たちの SNS の情報載ってるので、そちらもチェックしてみてください。はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。